2026年5月12日火曜日、現在日本は午後1時を少し過ぎたところです。和平に向けたアメリカとイランのやり取りですけれども、現地時間で昨日、11日にイランからの回答がアメリカに届いたようですね。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。トランプさんは俺はもうこんなゴミみたいな回答は全部読まなかったよみたいな言い方をしてて、今の停戦は本当にもうこれでなんとか救命装置がついてるような状況だみたいな言い方をして、非常に不満そうでした。で、イラン側の、回答というのは基本的に、濃縮ウランをアメリカに引き渡せとか、ウラン濃縮施設を解体しろとか、基本的には白旗を上げて降参しろという内容のアメリカの、要求に対するノーという答えだったんですよね。で、トランプさんはびっくりしたふりをしてるのが、ちょっとびっくりをしてるというところで、イランとアメリカの間の戦闘、もちろんアメリカ側が圧倒的な軍事力でイランに大きな打撃を与えたんですけど、イラン側はよくそれに耐えて我々は負けていないという認識なんですね。ですから、負けてないのになんで降伏するんだという発想で、拒絶の文章を送ってきたんだと思うんですね。で、トランプさんがそれにびっくりしたというのは、もしかしたら周りがきちんとトランプさんに戦況を伝えてなかったのかなというのが一つの心配。それから、伝えたんだけどトランプさんが聞く耳を持たなかったのかなというのも、これもまた心配なんですけど、どうも戦場の現実とトランプさんの認識の間に乖離があるんではないかなという、そういう懸念が多くの方に抱かれているようです。で、心配なのは、やっぱりもうこれだけ爆撃して、これだけ圧力をかけてダメだったので、もっと圧力をかける、もう一回爆撃をやるというふうに行くんじゃないかというのが心配ですよね。それからもう一つは、どうかと、イランは折れてごらんなのかというんだったら、俺の方が折れるしかないかなというんで、トランプさんが妥協をするという、譲歩するという、二つのオプションですかね。で、今更激しく攻撃したって、イラン側の反撃があるに決まってて、それは解決策ではないと。で、大きな譲歩をしたら、トランプさん、何のために戦争したかわからないって、きっと批判されるだろうということで、本当に、トランプさん今、追い詰められているという、右に行ってもダメ、左に行ってもダメという、そういう状況なのかなと、思われています。で、もしかしたら、このまま戦争でも平和でもない状況がしばらくずるずるいくのかなというのも、三つ目の、まあ、道として残されているかなという気がします。で、この点で、私が注目しているのは、日曜日に、今日が日本時間では火曜日ですけど、日曜日に、あの、放送された、アメリカのテレビで放送されたネタニヤフ首相とのインタビューです。で、ネタニヤフさんはアメリカ育ちですから、本当に英語がお上手で、お話もお上手なんで、アメリカのメディアに相手によくいろんなインタビューを受けるんですけれど、その中でイランとの戦争に関して、かなりの部分は目標を達成したと。でも、あの、目的は完全には、あの、成功していないということをはっきりと言っています。つまり、濃縮ウランを、確保する。そして、イランの濃縮施設を解体すると。この二つの目標は達成されていないんだということをはっきり言っていますので、イスラエル側からは、トランプさんに、戦闘を再開しようという、強い圧力というのか、働きかけというのが、続くんだろうなと思うわけですね。で、最近の世論調査を見ますと、やはりネタニヤフさんという人の人気は盛り上がってなくて、特に2023年10月にハマスに奇襲攻撃を受けた責任はネタニヤフさんにあると考えている人が多いんですね。で、それもあって、やはりイランの今の体制を倒して、その戦果を、手土産に選挙を打ちたいと。こうネタニヤフさんが思っているんではないかと、見られているわけです。で、もうすでに何回も言っていますけれど、イスラエルは
今年の10月26日、確か月曜日だと思うんですけれど、この日までに総選挙をやらないといけないんですね。ですから、ネタニヤフさんにとっては、早い時期にイランを倒して、今の体制を倒して選挙に持ち込んで、ハマスを支えてた、イスラエルから言えば悪の源だったイランの体制を倒したんだ、私は、ということで選挙を打ちたいと。こういうことだろうと思います。ですから、ネタニヤフさんがこれからどれくらいトランプさんに影響力を行使できるのかというところに、一つ注目されていると、注目が集まっているというところだと思います。しかし、やっぱり、イランとのこの合意というのはダメだったのかということで、ある意味、石油マーケットはそれに反応して、石油の価格がまた上がっているという、こういう状況だと思います。はい。かなり、幅の広い可能性を持ったイラン、アメリカないしイスラエルの関係なんですけども、ちょっと気になるのはですね、停戦が維持されているところはいいんですけれども、イスラエルによるレバノンへの攻撃は一体どうなってるんでしょうか？はい。これは激しさを加えていて、えートランプさんがイランとの和平交渉をやるからと、交渉をやるから、イランがレバノンの戦争をやめてくれと言ってるからということで、ネタニヤフさんに手控えるようにという言い方をしたようで、ですから、レバノンの南部に対する攻撃はずっとイスラエルが続けてたんですけれど、ベイルート、首都ベイルートに対しては手を出さないというところまで抑えてたんですけど、最近また、首都ベイルートに対する爆撃があったりなどして、イスラエル側が、全く、アメリカとイランとの交渉に配慮していないという状況が見えてきて、これがネタニヤフさんのトランプさんに対する明らかなノーかなというふうに、多くの人が受け止めています。それからもう一つは、レバノン南部でイスラエル軍が圧倒的な軍事力であの作戦を進めてるんですけど、それにしてもイスラエル側の、損害も出てるんですね。で、特にヒズボラ側がドローンを使った攻撃をしていて、それに対するどうも対応がどうもできていないという状況で、イスラエル側では軍に対する批判が高まっています。そのドローンもイスラエル側は、ジャミングする能力を持っているんですけど、ジャミングされないようにファイバーをつけた有線のドローンで攻撃してくると。すでにウクライナで起こっていることが、まあ、レバノン南部でも起こっていると。で、これにどう対応するのかというのはイスラエル軍にとっても大きな課題ですし、世界中の軍事関係者は、この有線のドローンをどうこう抑えるのかということで、いろいろとこれから知恵を絞らないといけないなと。そういう意味では、ウクライナと並んで、レバノン、あるいは中東が新しい兵器、新しい戦術の、実験場になっているなと思います。で、ちょっと、その交渉の話、イランとアメリカの交渉の話に戻りますと、いろんなところですれ違って全然、合意点がないんですけど、特に大きな合意点は、イランとしては、とりあえず、戦争をやめるだけじゃなくて、もうずっと戦争をやめるんだ。それから、あの、この戦争をやめただけでは、イランは、国内を復興する資金がありませんし、それから国民を食べさせていかないといけないということもあるんで、戦争をやめると同時に、アメリカが経済制裁を解除するとか、あるいはホルムズ海峡を通過する船に、通過料を取るとか、何らかのイランに対する経済的救済が必要だということを、イラン側は強く主張しているようで、で、アメリカ側はそれには乗れませんねということで、イランがノーと言ってるんですけど、アメリカ側も結構ノーを言ってるというのは押さえておきたいと思います。はい。なかなか先行き見えてきませんけれども、また引き続き回答お願いできればと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というところで切っちゃいましたけど